いやー、買うつもりなかったんだけどね。皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、トルネード V4 4代目買ってみましたので、開けていこうと思います。安心してください。フラッグシップですよ。赤面が手前だ。磁石強め。むっちゃ強いですね、これ。トルネード V3 と違って、フロステッドが強めな感じがするんですけど、どうですかね。トルネード V3 は、どっちかっていうと、グロスというか、フロステッドではなかったような気がするんですが、これしっかりフロステッドです。ガンみたいな感じの、艶消しという感じになってるので、指の跡とか、よくトリガーをするところとかには、もう剥げて残っちゃうみたいな、そういう感じな気がしますね。だから多分ロゴとかは消えちゃう気がしますね。私 V2 も V3 もロゴめちゃめちゃ綺麗なんですよ。全然消えなくて、いくら回しても。なんですけど、モンスター GO の初期状態の表面によく似てますね。艶消しがなくなってツヤツヤ状態になり、さらに指の跡が残るみたいな、そういう感じの見た目をしてますので、ブラインド用にご親切にロゴなしキャップをつけてくれてるので、早速付け替えちゃおうと思います。キャップは外れやすいし、ここの突起の部分がなんかほとんどなくなってますね。なんかちょっと丸ポッチの突起がついてるっていうだけで、めちゃめちゃ取りやすいですね。めっちゃ取りやすい。ここに対角とかにフックがあったんですよね。V3 とかって。ですけど、それがない。ちょっと丸ポッチがついてるよっていう感じになってるだけですね。じゃああなたはおとなしくぶち込まれていてください。入ってるセットはいつも通りですね。はい、こんな感じ。なんでドライバー入ってんだろう。なんでマイナスドライバー入ってる。磁石の交換ね。OK。はい、ありがとう。初期状態はね、カサカサという感じなので、これはもう回し込んでいったら、このカサカサ感はなくなって、スルスルという感じになっていくと思うので、この辺はね、回し込んでみないとわからないっていうところで、設定はいつも通りの設定ですね。3になってますね。3、ここ。3のところと、丸のところが3か。33になってますね。これは V2 とか V3 とかの初期状態と全く同じ設定になっております。その状態でのコーナーカットが、このラインをちょっと超えたらきついかなぐらい。コーナーカットはね、トルネード自体はそんなにいいっていうキューブではないので。で、トルネード自体がですね、V3 のコアマグネット、V2 のコアマグネット、オートフォーミング全くないんですよね。ないですね。今回のやつも全然ないですね。なので、こんな感じで、初期の状態はですけど、もう少し回しやすくなったら、おそらくもっとこの辺でしっかり止まるっていう感じになると思うんですが、初期の感じはもうこんな感じで、コアマグネット入ってんのみたいな、そういう感じになってますね。で、最大の変更点が磁石をこっちで交換するよっていうところから、こっちで交換するよっていうところに変わったという感じで、中になってる気がしますね。ロンギヌス邪魔。磁石の設定は5段階で設定できて、今1の設定にしてみました。なるほど。トルネード V2 とか V3 よりは弱いかも。一番弱ってやつが。でも、トルネードってもともと結構磁石強いんで、弱でも全然いいかなっていう気はしますね。回転の感触は、なんかもう本当にね、コンパクトになった V3 っていう感じで、これでいいのよ。これでいいのよ。ちょっとちっちゃくなってるんですよね。55.5 から55.0とかになってるはずなので、私にとってはめちゃめちゃ嬉しい変更ですね。これが V2 のコアマグネット。これが V3 のコアマグネット。フラッグシップですね。バネ。で、これもフラッグシップ、コアマグネット入ってるバネ。なので、みんな条件一緒ですね。これは磁石弱ですね。私は基本的に全部トルネード磁石強いんで、これも弱ですね。全部弱にしてるんですが、
まあ一番最初だからっていうのもあるかもしれないけれど、V2 の弱よりはちょっと弱いぐらい、もう一段階弱いっていう感じですね。これが、まあ例えば1だったら 0.5 みたいな。これも5段階よね。5段階設定できるんですけど。V3 のV3 の弱に似てるかも。これとこれだったら、こっちの方がちょっと弱くなってるんですよね。弱の設定はって話です。今日はね、両方ともほとんど同じような感じなんで、違いはそんなにないんですが、弱はね、これちょっと弱くなってるんですよ。それと、同じですね。弱、一番弱い設定っていうのは V3 と同じような感じになっております。まあ、ちょっと簡単に回してみた感じは、やっぱ V2 の方が直線的な感じがあって、こっちの方がちょっとコーナーカットというか、足の部分ですね。その辺が丸い感じ。なんかこういうところとかでも、あまり変な引っかかりがなく、スルッと切れていくというような。で、ちょうどその中間みたいなところですね。でも、直線的かっていうと、そういう感じじゃなくって、どっちかっていうと個人的にはこっち寄り。なので、私が求めていたものですね。これが壊れなかったらって話ですけど、V3 からの変更点でいいなと思うのは、まあ、ピボットした時ですね、グリッツって。その時に、まあ、ここの磁石が変更されることがないと。あとは、はまることがないっていうことですね。で、あとは、磁石の調節をこっちに変更したことから、まあ、ここがね、陥没するというようなことがなくなったよっていうところ。あとは、まあ、やっぱコアですよね。それが壊れにくいかどうかっていうところが問題なんですが、まあ、そういったところとかが改善されてる V3 みたいな感じだと思うんですよね。回し心地はね、正直フラッグシップと大きく変わんないですね。こっちの V4 のフラッグシップも変わらなくて。で、まあね、V2 のコアマグもホーミングなんていうのは全然なくて、で、V3 も全然ホーミングなんていうのはなくて、ないっすね。これなんかはね、こうやってやってホーミング。大体モーユーさんのやつっていうのは結構あるんですけど、V4 もホーミングみたいなのはもう全然ないよという感じでございますね。で、そろそろお話ししましょうか。フラッグシップを買った理由が簡単で、私集合体恐怖症なんですよ。パイオニアの動画を見た時のここの磁石あるじゃないですか。あれを見てね、もう無理だと思って。私あのレベルで気分が悪くなっちゃう人なんですよ。それぐらい結構重度の集合体恐怖症なので、パイオニアはね、もう無理ですね。もうこうやってやられた時点で、もう私はもう、みたいな感じになっちゃうんで、まあフラッグシップしか選択肢がなかったという理由があるんですけれども、ただ私はもう V3 の回し心地が非常に好きで、壊れなければこれ使いたいんだけどなと、サイズが 55.5 とかで、まあ気持ち個人的にはちょっとでかいんだけど、まあそれでももう V3 は最高だというキューブだったんですが、それが、まあ、サイズもちっちゃくなったし、まあ V3 の回し心地をそのまま引き継いでるよっていう感じなので、まあ非常にいいキューブなんじゃないかなというところがあるので、まあしばらく回し込んでみようかなと思います。同じかな？ V2 と同じか、もしかすると V2 よりちょっと 0.1 ミリとか、それぐらい大きくなってるかもしれないですね。あなた体重いくつよ？ V2 のコアマグネット 76.2。73.2、73.2。V2 のコアマグネットよりは軽くなってる感じですね。こんな感じね。はい、ありがとう。はい。というわけで、まあ、サイズ、重さ、だいたいそんなところも分かったので、潤滑剤はちなみにこんな感じで入ってます。この辺の調整と、あとは磁石とかを少し自分好みに調節をして、しばらく回し込んでみようと思います。これのね、柔らかさ。っていうのが、まあ少しこっち寄りになったっていう感じなので、まあ非常に扱いやすくなってるキューブなんじゃないかなと思いますね。これはまあ人によっては結構柔らかすぎるっていう人も中にはいるかもしれないんですよ。私はもうすごい好きなんで、GTS2M がものすごい進化したみたいな、なんかそういう感じの、もう本当にもうパーフェクトなんですよ。壊れなければ。本当に素晴らしいキューブなので、まあそれがね、まあ少し直線的になって扱いやすくなったよというような感じ。コアのところにね、ギュッとパーツが引っ張られてるっていうようなイメージですね。磁石でとかじゃなくて、もうこのパーツの作りというかね、少し小型化すると、やっぱりそういう傾向になると思うんですよね。
まあだからそれが一番わかりやすいのがガンのミニとか、まあグーホンの V4 とか V3 とかの 54mm とかですね。ああいうキューブとかって大きいやつよりもちっちゃいやつの方がなんかギュッてまとまってる感じがするんですけど、その感じによく似てるなと初期状態では思いました。じゃあちょっと回し込んでいこうか。出ました。SO 超バッティンカミン生さお違う次元のフォーミュラー for Armature to Pro Hey heads gets respect to go。はい。まあ、しばらく回し込んでみたんだけれども、まあ、角がね、割と初期状態にしては丸いなという感じがあったので、回しやすいなっていうところがありました。ただ、まあ、トルネードの、まあ、V2、V3 含めて、コアマグネットが入ってるんだけど、まあ、そこまでコアマグネットのね、磁力アシストみたいなのは感じないキューブなんですよね。で、私は CM プロとかも持ってないんでわかんないんですけど、CM プロとかもね、そこまでオートホーミングがあるみたいな、そういう感じのキューブではないみたいなんですが、まあ、程よくね、まあ、磁石のアシスト機能を増やしてくれてる。そんな感じのキューブだと思うんですよ。だからまあ、どうですかね、オートホーミングが結構効いてて、まあそのオートホーミングに頼ったソルブをしたいというのであれば、ちょっとね、トルネードっていうのは、まあやっぱり合わないというところがあると思うんですけれども、私ではないけれど、コアマグネットってそんなにいるかなというふうに思ってる方は、まあトルネードの V3、V4 っていうのは非常に回しやすいキューブだと思うんですよね。まあコアマグネットの強烈な磁石、アシストっていうのが邪魔をしないんだけど、止まるところはしっかり止まってくれるし、まあ何より私が一番いいなと思う点が、パーツの形状なんですよね。パーツの形状が、まあ多分非常にいいと考え抜かれた形状になっているので、まあコーナーカットが非常にいい。回してるときに、なんか引っかかりそうだなっていうところが、引っかからずにスムーズに回ってくれるというようなキューブになっているので、まあとても回しやすいキューブだなという印象は V4 でも変わりませんでした。で、まあ今ね、ご覧いただいた通り、ピボットしたのはね、ここの1回のみで、まあどこでピボットしたのか全然わかんなかったんですけど、まあ、それぐらいしかなくて、ポップとかもなかったよという感じで、まあ、やっぱりね、コアマグネットの、まあ、アシスト、特に今で言うと V10 とか V9 とか、そういったのに慣れてるとですね、まあ、コアマグネットが入ってないキューブと言いますか、ちょっとぐにゃぐにゃするね、みたいなところがあったりするんですけれども、まあ、これはもう慣れなので、今私は V10 に手が慣れちゃってるんで、ちょっとこのトルネード V4 っていうのが、まあ磁石を2に設定してるっていうところではあるんだけれども、まあ少し弱いかな、ぐしゃぐしゃするな、というところはあるけれど、まあ慣れればね、まあいいタイムで揃えられるようになるんじゃないかなっていうのもあるので、非常にまあトータル磁石とか、まあサイズ、重さ、そういったところを含めて、いいキューブであるという評価になりました。とても回しやすいですよ。いいキューブでございました。最初に戻ろう。待って、すぐわかるはい。というわけで、しばらく回してみたんですけれども、まあ、感触としては、やっぱり開封当初とそこまで大きく変わった感じはなくってですね、ちょっと直線的すぎるなっていうところが、まあ少し丸くなったというような感じで、調整次第では正直そんなに差はないですね。V3 と V4。まあいろいろ前半ものすごい設定をしていて、50回転ぐらい回したらちょっとこれぐらいの設定でいいかなっていうのに落ち着いたんですけれども、上のやつっていうのを数字を増やしていくとむちゃむちゃ締まるんですよ。ここ全然こうやって引っ張れないような感じになって。で、下のやつっていうのはおそらくまあ回転の重さとかを変換してるような感じなんですけど、あんまりね、1と5で差はないので、まあ上のところの締め付け具合を変えてあげる。まあ丸ですね。トゲトゲの方の下ではなく、丸の方を変えてあげることによって、結構コーナーカットがものすごい変わるので、丸のところの設定とかを、まあこんなもんかな、みたいな感じでいじってやっていくとですね、まあ同じような感じっていうイメージですね。個人的にすごくいいのは重さで、重すぎず軽すぎずっていうところで、このブロックにしっかり重みがあるっていうところがすごくいいんですよね。だからまあスピードが乗るような感覚っていうのが
あります。まあ、肝心の回し心地は、これはね、やっぱ2000、3000ぐらい回してみないと、ちょっとわからないところがあって、初期状態だとね、まあやっぱりまだちょっとこの辺が引っかかるな、みたいな感じはあるんだけれども、やっぱり回し込んでいくとですね、まあこれみたいに結構こうスルッと回っていくというような感じに絶対変化するんですよね。というのも、今実はメインで使ってるのが V10 なんですよ。で、この V10 もね、非常に良くなりまして、まあオートホーミングとかもこう普通に効くようになって、バネ鳴きもしっかりするようになったと。白面だけね。それ以外は音しないんですけど。すんのかよ。マジか。青もバネ鳴きするようになっちゃった。ということで、まあ、バネ鳴きがするようにはなったんだけれども、非常にこの V10 がね、まあ、角が丸くなって、なんか中身がガチャガチャ引っかかるなっていうのが、すごくおとなしくなったんですよね。これ、もう、4000以上は使ってますね。5000ぐらい回してるかな、多分。まあ、この V10 を今メインで使ってるっていうところではあるんだけれども、まあ、使い込んでみないとね、キューブわかんないんで、まあ、そこはね、まあ、V3 もちょこっと、まあ、できたら3000ぐらいかな。3000回転ぐらい回してみて、まあ、どうかなっていうところが分かればね、まあ、おいおいまたレビューをしようと思うんですけど、まあこんな感じ。なんかね、変なね、ガキっていう引っかかりとかがなくって、非常にスムーズに回る感じになったんですよね。だから、これはね、まだ一番最初の初期状態なんで、まあ、引っかかるかっていうと、そんなに引っかかんない。ものすごい回しやすいんだけれども、ちょっとこう、安定感に欠けるところっていうのがあるような気がするので、まあ、それはね、磁石をもうちょっと強くしてとか、まあ、設定はね、最終的に私、磁石が2の設定で、4の2にしました。トゲトゲが4で、丸ポッチが2。これと一緒ですね。私4の2の設定がすごい好きで、この子が多分5の1かなんかになってたと思うんですよ。だけど、これ4の2なんですよ。で、これも4の2にしたんですけど、まあ、もう少し磁石強い方が安定するかなと。というのは、結構やっぱこっちが磁石強いんで、今これに手が慣れちゃってるんで、ちょっとね、ぐにゃぐにゃする感じ。まあ動画でもご覧いただいてた通り V パームとかがあんまり綺麗に回らないというのは単純に手が慣れてないからなんですよね。なので、まあもうちょっと磁石をなんとかせないかんなというようなところなんだけれども、まあそれでもね、非常に回しやすい状態なので、まあこういう不安定なところが多少、やっぱこういう感じでね、コアマグネット入ってるんだけど、ちょっとこうぐにゃっとするなと。これはまあ磁石をもう一個強くすれば解決するかなっていうところなんだけれども、初動がね、重いっていうのがちょっと苦手なので、これも弱だし、これも弱だし。なので、2で使ってるっていうこと自体が結構珍しいんですが、で、一番最後に確実に言える違いとしては、磁石を調整する場所が、エッジなのか、コーナーなのかという違いですね。これは結構大きくて、どういうことかというと、まあ私じゃないけど、いろいろキューブを、まあ改造したことがある方だったらご存知かもしれないんですけれども、例えばです。同じ磁石あったとしますね。で、強い磁石と弱い磁石があります。じゃあ、こっちがエッジ側で、こっちがコーナー側だとします。強い磁石をエッジにつけて、弱い磁石をコーナーにつけた場合と、強い磁石をコーナーにつけて、弱い磁石をエッジにつけた場合というのは、回し心地が違うんですよね。エッジが強いと M が軽い。で、コーナーが強いと外周が軽いんですよ。こっちの磁石が強いというのと、こっちの磁石が強いっていうのだと、ちょっとね、イメージが変わってくるんですよ。どういうことかというと、例えば、これって V3 の場合、こっちの磁石はずっと強いわけですよ。わかります？こっちの磁石が弱くなるんで、外周の方が強いということは、外周が軽いキューブっていうのが V3 なんですよ。で、この場合だと、こっちの磁石調整できないんで、エッジがずっと強いんですよ。で、こっちが弱くなるんですよね。ということは、M 列が軽いんですよね。V4 の方が、ここの調節次第によっては、M 列が軽くなるというような特徴があるってことですね。なぜならば、こっちの方がずっと強いから。だから、まあ、大きさとかもそうなんだけれども、すごい細かいところで言うのであれば、同じ磁石の設定を1にしました。1にしました。と言っても、回し心地は厳密には違います。同
面白いでしょ？そういう違いがあるんですよ。外側が強いか、内側が強いかとかによって、磁石の強さってのは一緒なの。一緒なんだけど、こっちを強くするのか、こっちを強くするのかで、回し心地って大きく変わるんですよ。うん。だから、M 列が軽い方がいいという人は、こっちの方がいいかもしれないけれども、そもそもサイズとか重さとかも違うので、まあなんとも言えないところなんだけれども。まあ大きな違いとしては、確実に違うのはそこだよと。磁石の強さっていうのをエッジで調節できるのか、コーナーで調節できるのかというところによって、まあ、外側だったりね、M 列とかの回し方が大きく変わってくるよっていうところがあるので、まあ、この辺は好みによるところだと思いますね。はい、いかがだったでしょうか？まあ、非常にいいキューブでしたので、まあ V3、私みたいにね、V3 がちょっと壊れるの嫌で、あんまり使えないなとか、まあそもそも V3 は良かったんだけど、なんていうのかな、柔らかすぎるな、みたいな。っていう方とかは、ぜひね、これ選んでみてもいいかもしれないですね。ただね、これもそうだし、グーホンプロとかもそうなんですけど、例えばグーホンプロって結構まっすぐだねと言いつつ、止まるし回るんですよ。で、これなんかも結構こういう柔軟性高めだねとは言っても、ぐにゃぐにゃするから回しにくいかっていうと、そういうわけでもなくめちゃめちゃ綺麗に回るんですよ。まあとてもパーフェクトなキューブなので、まあ V3 はね、そんなに変える必要がないようなキューブだと思うんですけれども、まあこれのね、まあ一番いいのはやっぱりピボットだよね。動画で見ていただいた通り、まあ回してる中で1回しかピボットなかったんですよ。だからまあそこまでね、たくさんピボットするような感じでもないし、ポップも一回もなかったんで、まあ問題はないと思うんですが、一番はコアですよね。コアが、へし折れたりとかしないかなっていうところが心配だなっていうぐらいで、私みたいに V3 がちょっと壊れるの嫌で、使えてないっていう人とかは、これ試してみるといいというところと、私が持ってるトルネードの V3 って全部旧型コアなんですよね。一番最初期モデルを3つ買っちゃったんで、スタンダードとコアマグネットとみたいな。だからこれ、プラスドライバーのやつが入っちゃってるんですよ。だから、なおさらね、ちょっとひびとかが入っちゃうかなっていうので、ちょっと怖くて使えないというところがありますから、そういう方とかはね、ぜひ V4、新型のコアになってますし、強度とかも上がってれば嬉しいなっていうところなんで、V4 を買ってみてもいいんじゃないかなと思います。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。おっとっと、君だったな。お値段もね、そこそこだと思いますので、日本円だとフラッグシップがなんぼや、4000円か5000円ぐらい、パイオニアが6000円ぐらいするのかな。私はこれね、2700円とかで買ってるんですけど、ちょっと送料がかかるところだったんで、全部含めて3500円ぐらいだったんですよ。だからそこそこのお値段ではあるけれど、V3 よりは安いかな。っていうのがあるので、結構お買い求めやすいところがあると思うので、気になる方はぜひね、購入してみるといいと思います。ただこの初期状態、使いにくいような初期状態の状態でも、非常に回しやすかったよっていうところなので、削れてくるともっともっと回しやすくなるというようなのが期待できますから、楽しみですね。それでは皆様、本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。